春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、データテーブルを使って、クリア報酬をランダムに表示します。クリア報酬システム作成してみた、データテーブル編、ミニゲーム、その12。実際に作ってみましょう。1、構造体とデータテーブルの作成。1-1、構造体の作成。構造体は、異なる変数を整理、管理します。右クリック、ブループリント、構造体。名前を ST リモードリストにします。ファイルを開きます。変数を追加で変数を作成していきます。変数アビリティネーム、ネーム型を作成します。変数ディスクリプション、ストリング型を作成します。展開して、複数行テキストを有効にします。変数タイプ、ストリング型を作成します。変数アイコン、テクスチャ 2D 型を作成します。変数アイコンカラー、リニアカラー型を作成します。保存して閉じます。1-2、データテーブルの作成。データテーブルを作成します。右クリック、その他、データテーブル、両構造を選択で、作成した構造体 ST リウォードリストを選択します。名前を DT リウォードリストにします。ファイルを開きます。プラス追加をクリックして、構造体を読み込みます。今回は行を6つにします。最初の行を選択します。行の名前を1にします。報酬アイテムに表示する内容を記述していきます。変数アビリティネームを回復にします。変数ディスクリプションを HP を回復します。にします。変数タイプをエフェクトにします。変数アイコンにアイコンテクスチャをセットします。変数アイコンカラーを好みの色にします。同じように内容を記述していきます。保存して閉じます。2、データテーブルの読み込み。作成したデータテーブルから報酬アイテムを読み込みます。WB リウォードアイテムを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV ローディングリウォードを作成します。ランダム性を持たせたいので、ランダムインテジャーインレンジノードを配置します。今回作成したデータテーブルは6行なので、ミニマムを1にします。マックスを6にします。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をアビリティナンバーにします。カスタムイベント EV ローディングリウォードにつなぎます。ゲットで他テーブルローノードを配置します。変数アビリティナンバー、セットノードにつなぎます。データテーブルに DT リウォードリストをセットします。変数アビリティナンバー、セットノードより2ストリング、インテジャーノードを配置します。2ストリング、インテジャーノードをローネームにつなぎます。RRO ピンよりブレイクノードを配置します。展開します。3、報酬アイテムの各要素の代入。読み込んだ報酬アイテムの各要素をウィジェットに表示します。カスタムイベント EV リウォードアイテムを作成します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数アビリティネーム、ネーム型を作成します。変数ディスクリプション、ストリング型を作成します。変数タイプ、ストリング型を作成します。変数アイコン、テクスチャ 2D 型を作成します。変数アイコンカラー、リニアカラー型を作成します。データテーブルの読み込みで、カスタムイベント EV リウォードアイテムを呼び出します。ゲットで他テーブルローノードのローファンドピンにつなぎます。各ピンをつなぎます。変数 T アビリティネーム、ゲットノードを配置します。変数 T アビリティネーム、ゲットノードより、セットテキストノードを配置します。カスタムイベント EV リウォードアイテムにつなぎます。インテキストをアビリティネームピンにつなぎます。変数 T ディスクリプション、ゲットノードを配置します。変数 T ディスクリプション、ゲットノードより、セットテキストノードを配置します。前の処理につなぎます。インテキストをディスクリプションピンにつなぎます。変数 T タイプ、ゲットノードを配置します。変数 T タイプ、ゲットノードより、セットテキストノ
テキストノードを配置します。前の処理につなぎます。インテキストをタイプピンにつなぎます。変数 img アイコン、ゲットノードを配置します。変数 img アイコン、ゲットノードより、セットブラシフロムテクスチャノードを配置します。前の処理につなぎます。テクスチャをアイコンピンにつなぎます。変数 img アイコン bg、ゲットノードを配置します。変数 img アイコン bg、ゲットノードより、セットからハンドオパシティノードを配置します。前の処理につなぎます。インカラーハンドオパシティをアイコンカラーピンにつなぎます。コンパイルして保存します。4、各報酬の読み込み、WB リウォードリストを開きます。報酬リストには3つの報酬アイテムがあるので、各報酬アイテムでそれぞれ報酬アイテムの要素を読み込みます。グラフに移動します。カスタムイベント EV ローディング each リウォードを作成します。変数 WB リウォードアイテム001、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードアイテム001、ゲットノードより、カスタムイベント EV ローディングリウォードを呼び出します。カスタムイベント EV ローディング each リウォードにつなぎます。変数 WB リウォードアイテム002、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードアイテム002、ゲットノードより、カスタムイベント EV ローディングリウォードを呼び出します。前の処理につなぎます。変数 WB リウォードアイテム003、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードアイテム003、ゲットノードより、カスタムイベント EV ローディングリウォードを呼び出します。前の処理につなぎます。コンパイルして保存します。5、読み込みタイミング。報酬リストを表示するタイミングで読み込みます。WB メインを開きます。グラフに移動します。報酬リストを表示するタイミングはステージクリア時なので、カスタムイベント EV ステージクリアに追加します。報酬アイテムを読み込んでから報酬リストを表示させたいので、リウォードリストの表示より前に追加します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードより、カスタムイベント EV ローディングeach リウォードを呼び出します。シークエンスノードにつなぎます。後ろの処理もつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。クリア時の報酬アイテムがランダムに表示されてますね。設定ファイル。クリア報酬をランダムにする仕組みは、ゲームをより面白くし、長く遊ばれる要素の一つになりますね。クリア報酬をランダムにするメリットは、リプレイ価値の向上、毎回異なる報酬が得られるため、繰り返しプレイするモチベーションが高まります。プレイヤーの期待感を演出、どんなアイテムが手に入るかわからないことで、ワクワク感やドキドキ感を楽しめます。ゲームバランスの調整。固定報酬だと特定アイテムの価値が偏るが、ランダム性を加えることで経済や戦略性を調整できます。レアアイテムの希少性を保つ。特定のアイテムの入手が難しくなることで、希少価値を維持し、プレイヤーの達成感を高めます。プレイヤーごとの体験の多様化。同じステージでも異なる報酬を得ることで、プレイヤーごとのゲーム体験がユニークになります。ガチャ要素による収益化。ランダム報酬を活用し、より良いアイテム獲得を目指すシステムと組み合わせることで、収益向上に貢献できます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。